AI でドローン国家資格の模擬試験問題を作ってみた。ジェミニ2.5 Pro、そしてディープリサーチいっぺんにやります編は、レベル 3.5 飛行って今までの AI モデルってあんまり取り扱ってこなかったんですよね。25kg の限定変更の試験を受けに行った時は、ドローンに表示されている、機体識別表示ですね。は、学科試験の問題を考えさせるっていうのは、ステム分野的な計算問題を作る能力と、文章を考えさせる能力と、程よく要求されるので、はい、後半戦はですね、Google の Gemini をやっていきたいと思います。2.5 フラッシュと2.5 Pro の2種類ですね。2.5 フラッシュの方から行ってみたいと思います。チャット GPT O3 のようにですね、画面出てない。こっちがいい？こっちがいい？右側で行きましょうか。チャット GPT O3 や O4 ミニのように、添付か検索かっていうのを択一で選ぶ必要はなくて、この添付とおそらく検索と両方聞いてきてるはずなんですね。で、添付してみました。すごいね、これ。添付と検索した履歴があんまり見られないんだけどな。まあ、ひとまずやっていきましょうか。思考プロセスを表示。途中やっぱりね、英語で考えて日本語に訳す。で、ドラフトしている。けど、英語で半分考えてるという感じで、チャット GPT の方がまだ日本語で考えている部分が長いように見受けられます。では、それでは1問目いってみましょう。人口集中地区について正しい記述はどれかということで、国勢調査の結果に基づいて設定される地域であり、この地域の上空での飛行は特定飛行に該当する。イエスということで2ですね。はい。これ以外は違いますということで、ロジカルにも正しいですし、リアルでもあります。ちょっと簡単すぎるかなっていう気もするけど、まあ、いいと思います。次。問題2ですね。これは飛行機の旋回半径のバンク角30度で旋回するときの半径の計算で、はい。V 事乗を G タンジェント psi ですかね。で割ると、こうなるよっていう話で、これ自体は教則に書かれている公式ですので、これは問題はないですし、実際の試験会場はコンピューターベースドテスティングなんですけど、タンジェントの計算はできないので、タンジェント30度は実際はいくらだよとか必ず試験問題に書いてあるものなので、そういう意味だとこれは OK で、計算も事前に確認してみましたが、これも正しかったです。ロジカルにも正しいですし、試験問題としてもリアルということができます。はい、これは OK ですね。次、問題3。特定飛行を行う際に無人航空機の操縦者が携行しなくてはいけないものがどれかですね。結論としては4。許可証または承認書の原本または写し、技能証明書、および飛行日誌。そうね。これは結構いい問題かなと思います。特定飛行を行う際にって言ってるのでね、包括申請出したのか、個別申請出したのかわかんないですけど、許可証または承認書の原本または写しが必要ですね。はい。4番が正しいです。はい。ロジカルにも正しいですし、リアルな問題です。はい。採点結果ですね。形式は相変わらず、このように選択肢が A、B、C じゃなくて、1、2、3、4になっちゃってるので、正しくはありません。正しい設問、リアルな設問は、これ3つともね、良かったですね。良かったですし、引っ掛け問題も、というのは、飛行日誌等を特定飛行の時に、携帯するかどうかっていう話なんですけど、実際に CBT で学科試験を受けるときに引っ掛けてきそうな問題が出ていたので、ここも良かったので、なんとですね、2.5 フラッシュ君頑張りまして、10点ということで、ほぼ、1、2位タイというところまで上り詰めました。今回ね、2.5 頑張ってますね。はい、ちょっと私の映像をちっちゃくしまして、
今度ですね、2.5 Pro の方をやっていきたいと思います。同様に、教則添付しまして、検索もしてくれているはずだが、思考の過程さらっとだけ見てみますかね。英語で考えているかと思いきや、ちゃんとあれですね、これ教則の章立てを見て、章立ての中から3つのジャンルを選び出した。で、栄えある第1問。回転翼航空機の、これは回転角速度の問題ですね。今回やたらと回転角速度の出題が、もう猫も杓子も回転角速度って感じで、やったらめったら多いなって感じなんですが、例によって選択肢4つだったり、あいうえだったりして、形式はダメなんですけど、出題としてはロジカルには合っています。この t と、この空気密度と回転角速度とのこの公式を用いて解くっていう意味だと、オーソドックスではありますね。結論 1.16 倍ということで、これは OK です。ロジカルには正しいですし、リアルでもありますね。教則に書いてある表を見なくても空気密度をここで明示されているので、計算は可能なので、リアルと判断しました。はい、次の問題2がですね、なかなか物議を醸すやつでして、レベル 3.5 飛行って今までの AI モデルってあんまり取り扱ってこなかったんですよね。この深掘りの問題となります。正解の選択肢から言うと、この絵でして、レベル 3.5 飛行はカテゴリー2飛行に分類され、机上カメラによる確認等により、立ち入り管理措置の一部、補助者配置や看板設置等を代替でき、一定の要件下で移動中の車両等の上空の一時的な横断が可能となると。これ自体はね、合ってはいるんですよ。問題は、この「う」もね、正しいんじゃないのってとこで、机上カメラ等によりっていう、ここまでは一緒で、ここですね。歩行者等の第三者の上空飛行は認められない。実際に、要は、人の上飛ばしちゃいけないんですよね。ので、これはダメですから、文章としては合ってるんですよね。ちょっとしたとこなんですけどね。結果として、正解が2つになっちゃうので、ロジカルに結論を得てしちゃうのはダメですね。設問の方がちょっと詰めが甘かったので、惜しいんですよね。いいところついてるんですよ。レベル 3.5 のこの絶妙な境目といいますかね。レベル 3.5 の飛行を、絵的なチャートで示したのがこの図なんですけど、従来の立ち入り管理措置っていうのはこのように補助者を配置したり、あと、立ち入りができないような、柵を設けたり、看板を配置したりというような手段で、そもそも第三者の立ち入りを管理するっていうことですね。もしくは入っちゃったら、ここは入りそうになったら、ここは危ないですよっていうふうに、補助者が、ここ来ちゃダメですよと言ってくれるというようなものを想定していたんですけど、3.5 っていうのは、結構これやるのって手間としては大変なんで、3.5 にすることによって、飛行経路下にカメラで、要は上から見て人が入ってきていないっていうのを確認すれば良いということで、ここのね、アイコンにありますように、人が飛び出してこないような鉄道、車両、船舶ですね。これらは上空飛ばしていいんですよね。その代わり、第三者賠償責任保険への加入が義務付けられていたりですとか、そういう条件が増えはしますが、道路や鉄道等の上空は飛べるようになるというのが 3.5 ですね。それを踏まえてですね、ここに書いてある選択肢 A のこの移動中の車両等の上空の一時的な横断は可能となりますし、歩行者等の第三者の上空飛行は認められない。どっちも正しいということですね。はい。ということで、ロジカルには正しくないし、リアルでもないと。でもね、惜しいですね。もう、爪をもうちょっとやってくれれば、両方とも取れたなっていうところです。この辺にもね、クリアに書いてますかね。自動車
鉄道車両、船舶を、総称して移動車両等っていう書き方をしています。で、この上空は飛ばせますが、歩行者等が飛行経路下に存在する状態だと、結局カテゴリー3飛行に、レベル4飛行に相当するので、ダメですということですね。人が真下にいるかどうかっていうのが、真下というか、飛行経路下ですね。にいるかどうかっていうのが分かれ道ということになります。はい、次です。問題3、リスク管理ですね。これは選択肢のうが正しいとなっていて、これもですね、いい問題ですね。はい。問題から言うと、安全確保設置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドラインで示されるリスク評価手法 SORA ベースに関する記述として適切でないものを選びなさいということで、例えばリスク評価の最初のステップとして運航計画を明確にする。これも載ってますし、地上リスククラスと空中リスククラスの2つを判定するって、これも載ってます。で、それぞれのリスククラスを用いて安全と保障のレベル、セールですね、を決定して、で、その次に運航に関わる安全目標とそのロバスト性が決定されると。そこまではいいんですけど、ロバスト性は安全性の水準と保証の水準ですね。証明の方法の双方を勘案して評価されるので、片っぽ抜けちゃってるんですよね、これね。ので、なかなかいい問題かなと思います。次の想定飛行空間、想定飛行外空間があって、で、地上リスク干渉地域や空中リスク干渉地域。この辺は合ってますね。ちょっとね、前後、よく読めば見破れなくもない、ちょっとここだけ弾幕が薄いのですけど、総じてロジカルには合ってますし、いい問題かなと思います。最低見解以下の通りでして、ちなみに2.5プロエクスペリメンタルの結果としては、形式は IUA で正しくない。で、ここですね。正しい設問とリアルな設問のところが、これがもしレベル 3.5 のところが正しく設問が作れていれば両方とも3点3点で、それだと何点だ？仮にこうでこうだとすると11点ですよね。になってたんですけど、惜しいね。いや、実に惜しいですね。3.5 のところ、ちょっと、要するに、ロジカルに正しい選択肢が2つ混じってきちゃったので、残念ながらトップに躍り出るチャンスを逃した。惜しい、実に惜しいねっていう結果に終わりました。さて、最後ですね。真打ち登場と言いたいんですが、なんだこの画面はって思うかもしれないんですけど、これは 2.5 プロのディープリサーチの試そうとした結果なんですけれども、リサーチが正常に確認完了しませんでしたと。Something went wrong っていうことで、途中でこけちゃいました。1回目は。で、さすがに、これで0点ですって言っちゃうのも理不尽なので、もう一回実はやり直しました。はい。もう一回やり直したのがこちらです。ドーン。ちょっと私が左に寄りまして、このようにですね、めちゃめちゃディープリサーチの世の常としてめっちゃ長い結果が返ってきています。おー、長い。順番に見ていきたいと思います。これ最初、本でも書くのかよって感じで、初めに行って全体の学科試験の構成、問題、模擬試験の立て付けについて書かれており、はい。前置きはいいんで、実際模擬試験の1問目から行ってみましょう。最大離陸重量が20キロの登録された無人航空機に登録記号を示す、表示する場合の要件として、無人航空機の飛行の安全に関する教則、第4版に基づいて最も適切なものを一つ選びなさい。はい。登録記号のここで問われているのは、まず、どういう場所に登録記号を掲示するかと、文字の高さがどれくらいか、文字の掲示方法みたいな話になります。最大離陸重量が20キロの場合は、文字の高さは 3mm 以上で良い。ここもね、文字の高さは 3mm 以上で良いと
いうことで、かつ、こっちの選択肢の D は内部バッテリー格納部。内部バッテリー格納部に入れちゃったら、中に入っちゃって外から見えねえじゃんって話ですよね。なので、選択肢 B、選択肢 D はない。正解としては B ですね。外部から確認しやすい場所に容易に取り外しができない耐久性のある方法で鮮明に表示するということでございます。はい。B、正解。この 25mm 以上っていうのはどういう時なのかというと、下にも書いてますけれども、最大離陸重量が 25kg 以上の時ですね。実際に私が 25kg の限定変更の試験を受けに行った時は、ドローンに表示されている、機体識別表示ですね。は、高さ3センチぐらいあるんじゃないのかな。テプラかなんかで書いてあったんですけど、なんか、バーンって、本当に書いてありました。そんだけやっぱり機体もでかいので、遠くからこう視認性が良くないとわかんないんですよね。3mm のちっちゃいこうシールを貼られても絶対見えないと思います。はい。まあそういう、まあ重量でここで区切られてますけど、そんだけ大きさがあるってことですね。こんなこう一抱えあるようなね。人間のこう両手広げたようなこう大きさのでっかい機体の場合は 25mm ですけど、それ未満、この 20kg っていうのはなかなかね、いやらしいとこなんですけど、まあ 20kg でしたら 3mm 以上で OK ということになります。なので、ロジカルにはこの問題は正しいですし、リアルでもありますし、まあ一種の引っ掛け問題かなと。この 25mm なのか 3mm 以上なのか境目はどこなのかっていうあたりが非常によくできた問題かなと思います。はい、次ですが、次がね、皆さんちょっとよーく見ていただきたいんですけど、この辺ね、オメガとかね、回転角速度とか空気密度の記号を表示しようとしてるんですけど、バグっちゃって正しく表示されてないんですね。ですので、結果これ計算したら合ってそうなんだけどな。ちょっとこの問題文をコピってですね。で、O4、計算の得意な O4 右ハイぐらいに溶かしてみましょうか。ここでね、O4 右ハイ君にちょっと解いてもらいましょう。お、計算が始まりました。一応いろんなものから拾ってきて、最も近い選択肢は 1.5 となります。5% 増加と。そうだね。惜しいね。これね。表示が崩れていなければ。これ判定が難しいっすね。まあ、表示崩れしてますっていうのを多めに見れば、ロジカルには正しい。が、まあ、当然こんな表示崩れした状態で出題されないので、そういう意味だと、リアルではないということですね。はい、次、3問目行ってみたいと思います。なんだこれ。すごいね。なんか、計算の手順が表になってる。まあ、親切ではあるが、文字化け直してって感じですね。文字化けというか、記号の表示直してって感じですね。一応ですね、この Google ドキュメントにエキスポートするっていう機能がありまして、これもやってみたんですが、残念ながら Google ドキュメントに書き出しても、この表示崩れは治りませんでした。さあ、それでは3問目行ってみたいと思います。無人航空機の操縦者及び運航体制ということで、無人航空機を飛行させている際、飛行中の航空機を視認した場合、操縦者が取るべき行動として、教則に基づいて最も適切なものを一つ選びなさい。選択肢として、基本は有人機というか、航空機ですね。ヘリコプターも含む、飛行機も含む航空機を視認した場合はさっさと降ろせですね。この C の選択肢が正しい。この A の選択肢とかすごいですね。航空機側が譲れって書いてありますけど、これは絶対ないですね。無人航空機の方が譲りなさいよと。人を乗せてね、飛んでいる方がより優先されるべきなので、人の安全が優先されるべきっていうのが基本的な考え方なので、
これ A は絶対にないですし、航空機から水平方向に30メーター以上離れてればいいかっていうと、いやいやいや、それ、ニアミスですがなっていうことで、その場で待機っていうか、いや、下ろせよって感じで、これも B もないですし、ドローン情報基盤システムですね。リプスに通報して、その間ホバリングしろと、いやいや、それでぶつかったり、ぶつかってこう事故になったり、ニアミスして重大インシデントになったらどうするんですかっていうことで、はい。選択肢は C ですね。で、そうですね。実際に出てきそうなリアルな問題ということもできます。ディープリサーチの採点結果になります。形式は間違っていたので、実際にね、こんな感じで A, B, C, D って出てきちゃってるので、形式としては間違っているが、設問としてはお見事3つとも正解だが、リアルな設問という意味だと文字化け1個しちゃったので残念ながら減点。引っ掛け設問はさっきの3ミリと25ミリのこの区別がどっからかですよね。最大離陸重量が20キロ以上っていう絶妙なところをついてきていて、これはなかなかね、技ありな設問だと考えました。なので、ここは1点で合計9点ということになりました。以上の結果を踏まえて、はい。じゃあ、11点、10点付近のトップランカーの色を塗ってみますと、ドン。こんな感じでですね、チャット GPT O3 のファイル添付した時が良かったですね。10点獲得。Google も結構頑張っていて、ジェミニ2.5フラッシュの時に10点ですね。普通に考えると、ジェミニ2.5フラッシュよりも2.5プロの方がより深く推論してくれて良さそうに思うんですけど、フラッシュの方が実は良かったですね。プロは検索しに行ってるわけじゃないのか。検索した方が一日の長があったのかちょっと微妙ですけどね。で、ファイナルウェポンの2.5プロ with Deep Research さんは9点ということで、わずかに及ばずと。表示崩れがなければね、というところでした。対する O3 店舗はいいとして、O4 ミニとか O4 ミニハイのあたりは、あまりね、点数としては振るいませんでしたね。どうしても中途半端に慌てて出したなっていうか、特にこの検索での結果は、なんかちょっとこうガスが抜けた感じっていうか、やる気のない感じの回答が目立ったので、多分ね、仮説としてはですけど、全体見て仮説としてはですけど、チャット GPT-O4 とかね、あと、このジェミニ2.5プロのディープリサーチですね。この辺は、こうね、なんか慌ててリリースしたんじゃないのかなという気がします。文字化けとかね、割とこうイージーなところで引っかかっちゃってるんで、そこが非常にもったいない。扱いが2.5プロエクスペリメンタルで、要するにベータだよって言ってるんですけど、ディープリサーチにはね、ベータ印がないんですよね。なので、これ見るとファイナルかなっていう気もするんですけど、まだチューニングが十分ではないのかもしれないですね。全体の感想として、O4、ジェミニ2.5 Pro ディープリサーチあたり、ちょっと慌ててリリースした感は否めないかなというところです。O3 は、そうね、O3 結構頑張っている、いいところついてるということで、添付したものは良かったんですけど、逆に、その AI エージェントの、真骨頂っていうかですね、その検索しに行って、その結果をまた取り込んできて、また考えて必要があったらまた探しに行くっていう AI エージェントらしい動きをして、より良い結果を出してくれるはずの検索モードっていうか検索をオンにした状態なんですけど、ちょっとね、余計なことをしてしまって、例えば点数の計算とかね、そこ出しますみたいな、ちょっと本質じゃない出題になってしまって、むしろ、無菌質状態といいますか、教則4版を添付してもうこれだけで考えてくれってやった方が結果は良かったですね。ここが興味深いっていうかね、なんか検索をポチってオンにすればいいというものではないという直感と違う結果が出ました。あとチャット GPT O3 の挙動を見ていると、
まあ O4 もそうなんですけど、AI エージェント的な動きをするっていうことで、この、だいぶ今となってはすでに過去の話に見えますけど、このマヌスっていう、これが AI エージェント的な動きをするやつなんですけど、これもね、中で Python のコードがいきなり動き始めて、ファイルをこう展開して、みたいな、中が、実際手打ちうどんを打ってる過程が見れますみたいなノリで、このマヌスのね、なんかこう動きをちょっと真似たって言っちゃうと語弊があるのかもしれないんですけど、AI エージェントが必要に応じてコードを実行してっていう挙動が、このマヌスと、まあ O3、O4、右あたりで結構似たようなこう挙動をだんだんするようになってきていて、各社だんだんですね、こういった AI エージェント的な動きにだんだんシフトしていってるように見受けられます。ただ、じゃあまあ、それで検索しに行ったらより結果が良くなったかっていうとそうじゃないのが皮肉だねっていうのが今回の、コメントですかね。そういうことで、はい。いつもの通りですね、AI でドローン国家試験の無人航空機操縦士技能証明の模擬試験問題を考えてみたということなんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか？最後ぐらいはちょっとアップでいきましょうね。結構ね、ニッチな企画っていうかね、AI モデルそれに使うみたいな声も大きそうですけれども、私ね、この無人航空機操縦士の学科試験の問題を考えさせるっていうのは、システム分野的な計算問題を作る能力と、文章をこう考えさせる能力と程よく要求されるので、設問としてはね、この評価基準としてはなかなか悪くないんじゃないのかなと自負しております。まあ、ドローンのね、試験受けない人にとっては何がなんやらっていう感じだと思うんですけれども、結構ね、割と AI に求めるこう要素がいろいろこう盛り込まれたなかなか練りに練った指標だと自負しておりますのでですね、面白かったらチャンネル登録していただいて、今後どんどんですね、こんな感じで AI モデルがこう増えてですね、いつか満点のこう12点ですね、11点までいってるんだけどな、惜しいっていう状態なんですけど、形式も内容も完全に整った AI モデルが今年中には出るんじゃないのかなと思います。この AI モデルの進化というのはどんどん新しいものがものすごく速いペースで出てきているので、結構楽しみですし、追っかけるのも結構大変だな、これっていう感じでございます。ということで、面白かったら、ぜひ、いいね評価と、この AI のですね、動向を追っかけてみたい、もしくは、ドローンの学科試験をこれから取りたいという方々にとっては、ぜひ参考になるチャンネルなんじゃないのかなと思いますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ミルコムでした。それでは土曜日の夜なのでそろそろ寝たいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。